どうも皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。今回は、レベルアップだ農業だ、耕し植えてんやそや。ということでレベル上げようかと思うよ。農業で、上がるのか？そうなんだよマリサ、この世界でも農業は過酷ということだよ。機械もない手作業だから過酷といえば過酷なのか。ということでスコップで砂を土に入れ替えつつ周りの整地作業、やっていくよ。はい、それでは始まりました整地作業。どんどん掘り進めております。おっと、実況はゆっくりマリサがやっていきたいと思います。今回も節約のため石のスコップで掘るようですね。場面は変わりまして今度は聖剣付きで土を破壊してる模様。バケツで水を流しこれは、水源を確保して畑に潤いを与えるための下準備でしょうか。前をちょろちょろする伏線がいい感じに邪魔してますね。今度は、おっとこれは畑の基本耕す作業です。早い早いぞなんて速さだ。これをしなければ土が固く根を張るのも苦労することでしょう。そして次に田植え作業ですね。これも畑の基本作業でしょう。一つまた一つと、おっとここで乱入がうちの庭先で畑なんて作るじゃねえよとお叱りを受けた模様。だがそれでもまだ種を植えております。さすがのご近所さんも逆切れしております。この世界は残酷そういうことだね。そしてご近所さんとのいざこざを考え室内栽培に切り替えることに決めた模様。早い早いぞこれぞ匠の技。ただまっすぐ積むだけなら任せろといったところか。ただし肝心の木材が足りなくなったようだ。それじゃあ途中経過を上から見てみましょう。左側は少し削り跡があり拡張も視野に入れているのかと思ったらすでに削っていたようだ。これほどの拡張をこの世界で石のスコップでやるのか。それでは戻りましょう。足りない木材を集めるため先ほどの場面右奥の森林から調達するようだ。相変わらず伏線は周りをちょろちょろと飛び回っているようですね。またもや匠の技高速で土を設置しています。ただこの少し前に水の中で高さを調節していたのを見ていた私としてはあまりかっこよくない光景だ。補足だがガラスが欲しいので砂を集めつつ整備のために土に地面を入れ替えてるみたいだぜ。水の下の砂もきっちり回収するようだ。砂漠を探す選択はなかったのか。そしたらまたもやお客様が、今回のご近所さんは水の精霊で水を埋めていることに大激怒している模様。それはそうだこの広大な湖を一部とはいえ埋め立てしてるのだから怒られて当然なのである。注入鍵水をぶっかけてきております。これは水の精霊の体液なのか？体液と言っていいのか？威力は裸でハート1個半とかなり優しめの模様。そんな優しさなんて知らねえよと言わんばかりの攻撃が炸裂して水の精霊ノックアウト。何もなかったかのように水を埋める作業に戻るこれが職人。おっとだが、水の精霊を倒したことで混沌から生まれた怪物、何を吐き出しているのか。遮蔽物を利用して戦おうという算段。ただし混沌の怪物なかなかこちらに近づいてこない。水の精霊と違い高いところから降りてくることがないようで攻撃手段がない。このままでは自利品と考えたようで戦いの場所を変更することに。この穴を使って戦おうというのか？おっとそれはどうやらやめたようだ。あの場所で戦えば攻撃はできるが攻撃も避けられない最悪のケースが待っている。回避できずこれにて試合終了。混沌との戦いはグダグダで見失い END だったため次へ行きましょうか。ガラスをこちらの屋根上に設置すれば畑は完成といった感じでしょうかね。今回はマリサがメインで話してるので図鑑紹介はレ夢ムが担当するよ。そしたらこちら。名前はアルゴス敵を倒すと混沌のエネルギーが蓄積されて一定量集まると召喚されるみたいだね。強さはわからないけど水の精霊と比べれば天と地ほどの力の差があると思うよ。ちなみに召喚可能。召喚可能か。そしたら説明終わり。それじゃあみんな完成したので見ていこうか。普通だな。そう思うだろ？ほぼ整地に時間かけてたなんて誰が思うだろうな。誰も見てないセフセフ。どこ行った？そしたら整地したところも少し見ていこうか。できればあのスペースに村人たちの住居を建設していく予定だぜ。もちろんこっちも同じような感じだ。町の規模はまだ考えてないぜ。まあそのうちだな。そろそろ話してもいいかな？いたのかレ夢ム。この整地作業中に起きた大事件を忘れてはいないよね？忘れるわけないぜ。あれがあのざまだからな。あれはそう整地作業の途中チェスト整理をしてる時に起きたんだ。順調シンプルだけど使い勝手がいい建物がいいな。The swarm! Outnumbered and alone! なんだって？英語で何か言われなかった？なに？この壮大な BGM、まさかまた襲撃？嘘でしょ？
まあまあでもすぐに何がどうなるってわけでもないでしょ。時間かかるお仕事を先にしとこっと。やっぱりガラス張りにして光を取り入れたビニールハウスならぬガラスハウスがいいかなって思うんだよね。まあまあそれじゃあ準備してサクサクっと倒していきますかね。お洋服も装着してっと、鉄の防具だけどこの世界では鉄も貴重品だからね。武器は武器チェストから選んでいきますかね。おっとこっちだ。控えめに言ってゴミしかないかな。剣と槍でどうにかしますかね。建物作ったり採掘してるのに武器は全く変化しないな。のんのんマリサ武器も貴重品なんだよ。なんだお前。人の家で何しとんじゃー。え？じゃあ、気持ち悪い。体から湧き出てきた気持ち悪すぎる。早速やられたから防具もなしでゾンビ戦法になりそうだな。そこの防具だけ返してもらって、じゃあ。ベスピットがなんぼのもんじゃーい。石の剣でベシベシぶった叩けば負ける要素なんてないんだよ。一撃でかなり減らされてるぞ。そもそも室内で戦う予定の建築じゃないんだよー。かみたいな音出していかつい一撃やざっす。とりあえず武器拾わせてくれませんか。頼み。どうして室内に敵がいるんだよー。とりあえずあっちの方に移動して敵をベッドから離すよ。そしたらすぐに武器を探して倒す。これはもろた。なんで2階にも敵残ってるんだよ。うおー。いやいや、それでも今なら1階の武器チェストから武器を出せる。残り少ないよこれ。よっしゃーバッチコイ。窓の外がやばいことになってるけど、あれは一旦記憶から消そうじゃないとメンタルが。まずはお前らを速攻討伐する。痛い名前言ってすいませんした。とりあえずその集団で来るのやめていただけないですかね。誰か虫コロに持ってきてー。わー。はぁはぁ、とりあえず倒すまでカット。ふうふう、まあまあ苦戦したかな。最後の一匹倒しますか。おっとっと戸締まり。外はもう一旦終わってるけど現実逃避と。2階の子倒して様子見するよ。ようやく家の主導権を取り返すわけだな。そうだよマリサ。ところで今までどこにいたの？まあまあ外のあれなんだ。ようやく触れれるね。ハチが敵だったことを考えると大きい巣なんだろうな。だとすると外はもっとカオスなのでは？これがベッドを起き上がった瞬間の映像である。レイムは二度とこの家から出られないのであろう。終わるかーい。扉つけてハチたちを釣って倒していくよ。これうちか？名前がぼかされてるけど絶対にそうだな。レイム絶対に近くに来ないでくれよな。マリサそれ不利？今何が？それじゃあ倒していくぞ。順調に減ってはいると思いたいよ。少しずつだけど減ってるぞ。どうやら時間でデスポーンしてるかどこかに飛んでいってる可能性があるな。確かに大群がいないところを見るにその可能性が高そうだね。ドア戦法だけど普通に反撃されて何度もやられてるぜ。敵の攻撃が的確すぎてこっちが攻撃する前に反撃されちゃうんだよね。そうだな。まあレイムのエイムがひどいから当たってないのもあるんだけどな。とりあえず引き続き数を減らしていくよ。ようやくラスト1匹かな。今回も恐ろしい回数のデスと恐ろしい数の敵だったな。8しかいなかったけどね。赤い8と黄色のノーマル8ととてもきつかったです。今回も図鑑紹介やっていくぜ。まずは今レイムが言ってた8から紹介。名前はベスピット猛毒の針を持ちすごく攻撃的な8だぜ。ちなみに巣があったがベスピットの女王がいる場合に見られるものだそうだ。そして女王がいる集団のベスピットは非常に危険で近づかないようにしような。それじゃあ名前はコンバウマルチに情熱を注ぐいたずら好きな去る人だぜ。見つけ次第駆逐しよう。それじゃあ紹介終わり。襲撃イベントは以上だよ。そしたら完成した畑から早速経験値稼いでみようね。ちなみにだけどこのモドは寒くなったり季節の概念があるため冬にはほとんどの作物が収穫できなくなるぜ。なので何も知らない初心者はレイムのように苦労することになるぜ。ここからレイムさんの攻略は飛躍的に進むはずだよ。ほうほう、そんな軽口言ってていいのかな？どうしたのマリサ？とこんな風に農業でも安全なんてもんは全くないわけだレイム。そんな、育ったら収穫って簡単なお仕事だと思ったのに。
今回3度目の図鑑紹介だぜ。まあサクッといくぜ。名前はトリフィット。動きは遅いが猛毒を持った食虫生物の魔獣だぜ。召喚可能で動けないがいいタンクになってくれそうだな。ちなみにこいつは畑の高さがいいみたいでハマってるぜ。紹介終わり。経験値をありがとう。そしたら移動。最後にコメント返信していくよ。じゃあ行くぞ。今回もまた大変な状況で何度全ロスを乗り越えなければならないんでしょうか。でも世界樹みたいな大きな木とか、すっごくワクワクする星。あの世界樹はどうにか登りたいと思ってるよ。全ロスは辛いけど今のところ心は折れずに燃えてるよ。全ロスで言うと村人交易ができるのが一番楽だから今回もどうにか村人を連れて帰りたいな。それじゃあ今回も最後まで見てくれてありがとね。チャンネル登録そして X のフォローよろしくな。それじゃあ今日はこの辺で。バイバイ。